ンス。はい。ということでね、822。8月も後半に差し掛かってきました。まだまだ暑い夏は続きますが、皆さんいかがですか？昨日ね、これ、告知してなかったんですけど、あかねクラブの方では。昨日8月21日に、マゼダンっていう、番組、マーゼルがやってる番組に、日本テレビの、はい、日本テレビマゼダン第3回ゲストとして、私とアバンギャルディが出演しました。はい、そうなんです。で、マーゼルは一回ね、アカネクラブにもね、そう、ゲスト出演してくれたこともあって、ダンスがめちゃくちゃかっこいい集団、アイドルグループ、アーティスト、はい、なんですけれども、マーゼルが本気でシンクロダンスに挑戦ということで、まあ、いろいろほんまにシンクロダンス、てかまず、マーゼル自体も基本的にシンクロダンスなんですけど、まあ、そこにちょっとアバンギャルディの要素みたいなのを一緒にやってみようということで、私も出演させていただきました。みんないい子たちで、もう楽しい収録でしたね。はい、これは、見逃したよっていう方は、TVer などの、配信で見れると思いますので、ぜひ見てください。そう、なんか、他のさ、大人数グループ、まあ、大人数とか、まあ、このグループとダンスするね、企画って珍しいことなので、はい、私たちにとってもすごく新鮮なね、時間でございましたよ。ぜひ見てください。はい。さて、今週のアカネクラブなんでございますけれどもね、久々にね、スペシャルなゲストを登場しますよ。なんと、ナイトテンポさん。そして、アバンギャルディのね、VJ とかも、作ってくれたりとか、アバンギャルディの曲のジャケット写真もプロデュースしてくれております。山ちゃんが来てくれます。はい。久々にナイトテンポさんは、昨年11月ぶりに登場でございます。どんな話が聞けるんでしょうか。そして、アバンギャルディのおかっぱトークもあります。はい。そして、番組のどこかでは、超ときめき宣伝部からのメッセージをお届けします。盛りだくさんですね。はい。トキセンも、ちょっとこの前アバンギャルディ、MSN 出させてもらった時一緒のタイミングだったのでね、コラボしたりとかもしたので、はい。どんな話が聞けるかな？はい。ということで、FM 大阪、1曲目ということで、混ぜたん出させてもらいましたので、マーゼルの曲をちょっと流したいと思います。じゃあ、この曲でちょっと私も振り付け、やってみたので企画でね。じゃあ、この曲、マーゼルで、キンキラゲーム。アカネクラブ。FM 大阪アカネクラブ。それでは、アバンギャルディの、おかっぱとはい、ということで、今週は、ノナアバンギャルディと、ちっちゃい声。ニューアバンギャルディです。はい、お願いします。ということで、なんと今日はですね、おかっぱトーク初のゲストいるんですね。まず一人目、二人いるんですけど、一人目は、知ってる人は聞いてる人は。ナイトテンポさんでーす。はい、またいます。そして、VJ を担当してくださってる、山ちゃんさんでーす。お願いします。お願いします。お願いします。アバンギャルディにも関係してるお二人がはい、は来てくれたんですよ。ね。人気コーナーになっちゃう。俺、ヘビーリスナーやし。これを聞いてんねん、みんな。イエス。俺だけね。これだけこれだけ。これだけです。まあ、ほぼこれの番組なんで、今。もはやね。よかったね。お便りを答え。そう。楽しいんよ。じゃあ、もう早速なんですけど、メッセージをね、募集してまして、先週募集したのは、みんなにとっての怖いものは何っていう話なんですよ。いっぱい来てるんで、紹介もしますね。はい。神奈川県横浜市のタミちゃん。タミちゃんは、怖いものはミミズだそうです。幼い頃から苦手で不気味で怖いです。言葉だけでも鳥肌が立つこと嫌いやから、今ミミズって言ってタミちゃんは今怯えてます。どうやって生命を維持してるのか、なんか、不思議な生き物ですよね。気持ち悪いよね、確かに。また読みます。滋賀県でパパちゃんマンさんは、真っ暗が怖いと。わかる。
子供の頃から本当に真っ暗が苦手で、大人になった今でも、寝るときは真っ暗で寝れないので、部屋の照明つけたまま寝るらしいですよ。へえ。しや。で、なんなら寝るとき無音になるのも怖いので、テレビやラジオをつけたままにして寝るって、明るいとこでそんな、すごい。これ同じかもです。あら、うっそ。みゆさんもはい。ホテルとか泊まった時に、全部消えるホテルあるんですよ。電気が。消えますね。豆電球とか残しててくれたらいいのになって思って。でもそれは大人、まあ、例えばさ、ホテル泊まられるときって、だいたい部屋は誰か同じ部屋になってるじゃないですか。もう、さっき寝てもらって、どんどんつけるってことちょっとついてる状態、で寝てもらうんや。暗い状態で。でも私真っ暗じゃないと寝れませんみたいな人はいないんですか？いや、いないですね、今。もしかしたらちょっと遠慮してくれてるかもしれへんけど、私ほんまに寝れなくて、もう朝まで起き続けることになるんで、あと怖い夢が始まったりとかするんですよ。暗かったら。それが嫌すぎて寝れないですね。で、この方は、静岡県御殿場ロブツッチさんは、私は子供の頃からずっと変わらないんですが、ヘビーです。なんと言ってもダントツ1。ヘビイコール噛まれる死ぬのイメージしかありません。そう。嫌は嫌やけど、でもヘビとかやったら、なんか、こっちで距離感選べる感じしない。確かに。大丈夫かもし、それで言ったら。絶対来ないっすね。そう。なんか、飛んだりしてるのとかは、虫は、してる虫は、もう勝手に来ちゃうじゃないですか。ね。それは苦手ですね。なるほど。じゃあ、ノナさんは何が？でも朝起きられへんのとか怖い。ねそれ。物理的な。寝る前に、なんかその東京と大阪の行き来が増えてきて、新幹線の時間ってもう決まってるじゃないですか。ね。で、それがもう始発ぐらいの時間の時に、起きられへんかったらどうしようって寝る前めっちゃ怖くなるのがあります。それはよく寝坊されるからですか？いや、寝坊はもうあんまないんですけど。昔はやっぱしてた。そう。だからちょっと怖いっていう感情がまだ結構あります。寝る前は。どうですかお二人は？いや、いいやろうかあと。面白かった。俺めっちゃ好きやねこの親戚の家に来た感じに。お正月なんか淡々と。それがなんか良かった。ありがとうございます。怖いもの。怖いもの。怖いものか。大事店舗さんは？ごめんなさい。好きすぎてちょっと嬉しい。普通の話がずーっと続くやろ。これがいい。大事店舗さんは何？外国人なので、手前。本音ちょっと手前だ。そうです。韓国ってもうストレートばかりだから、確かに。この人は何の考えでこう接してるのかってわかるんですけど、日本は最初みんな、すごいみんな親切だって思ったんですけど、実はそうでもなかったという、後からびっくりすることが結構多くて、そういうところを後から聞くと、そっとします。で人生そんなこう怖いものなしで生きてきたんですけど、責任感も怖いですよね。中根さん多分感じてると思うんですけど、責任感っていう。まあ、二大かな。建前と責任感。大阪人はでも建前ないでしょあんまり。だからみんな。なさすぎて逆に、びっくりしてます。こんな同じ国でも違うんだと思ってて。そうだよね。確かに、韓国もソウルの人は、建前ではないんですけど、例えば言葉を選んだりはするんですけど、でも意見をはっきり言う。もう、プサンとか行くと、もう、お互い、投げ合いです。言葉を。久しぶりにプサンに遊びに行ったんですよ。遊びに行って、プサン駅に降りたら、もう、ランニングしたおじさんたち二人が、レスリングやってて。街中でですか？駅の前で。で、見たら、多分、賭けで将棋をやってたんです。一個、譲ってあげなかったってことで、喧嘩をしてる。やん。ゲームってほんまにやってるってこと韓国では普通に。リアルなんや、ああいうこと。リアルな話なんだな、イカゲームは。でもそういうのが、そうです。だから、プサンでは、こう、市場とかで、こう、肩をぶつかったら、もう、悪口が出ます。F ワードが出る。F ワードが。山ちゃんは怖い。ないです。怖い。ない
本当ない？ないやろ。もうおっさんやもん。じゃあさ、虫とかは？むしろ大丈夫触れる。じゃあゴキブリは？家に寝たら倒さなあかん。うわー。でもさ、もし、それで倒されへんかった時に、倒されへんかった時はないやん。でもさ、どっか消えたらどうする？じゃあもうその部屋で寝られへんとか。それは最後まで戦う。見つけ出すってこと？いや、見つける。だって寝てる時に汚いよ。嫌やろ？今戦うしかないやん。はい、ちょっと時間が来ちゃいましたね。はい。早いね。でもまあ、ちょっと、かわいそうなんで、これだけだと。だから来週も二人は、お、えちょっと。もっとやってください。イェやってください。ありがとうございます。じゃあ告知はありますか？ありますよ、いっぱい。はい。テレビね。昨日、日本テレビの混ぜオブダンスの第3回ゲストとして、あかねさんとアバンギャルディに出演させていただきましそうなんた。ですよ。私がね、私とこの人一緒にと一緒に出たので、はい。TVer でこちらも見れますので、はいぜひ見てください。そうですよ。もうみんなで体張りましたから。マーゼルのみんなも体張ってくれたし、アバンギャルディも体張りましたし。超体張りました。はい。ぜひ見てほしいです。そして、はい。そして、24日日曜日、お昼の11時45分から、スクール革命に出演させていただきます。スクール革命こちらはですね、顔面で踊るガンスはい。で、平成ジャンプの皆さんと対決を対決をしましてみましたので、はい。ぜひ皆さんはい。応援してみてください。こちらは関東ローカルになるので、そうですね。関西の方とかは、はい。ぜひ TVer でチェックしてください。見てください。あとはイベントが来週たくさんありますので、 8月30日の土曜日が愛知県でジャパンコリアエブリワンフェスというコリア。コリアでございます。コリアで、次の日の日曜日が、次群馬県になります。群馬県で群馬 D フェス2024っていうのに出演させていただきます。はい。売れてるやん。すごい。すごい。でもなんか今月、あれでしたよね。なんかこの夏は、あんまりまだなかったよね。富士急に、富士急、そう、富士急さん行ったのと、で、東京の切手の祭り出たの。はい。ぜひ、8月最後ですね。そうです。はい。遊びに来てください。はい。ということで、今週はあっという間でしたね。はい。ということで、今週のおかっぱトークは、のなさん、みゆさん、なんか、そして初のゲストは、ナイトテンポさんと山ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 FM Osaka. 85.1. FM Osaka. Osaka. あかねクラブ。